ヒゲラドのジョンです。今回はね、ナビ VS F&A、A 分の F か、A 分の F。直近でね、対戦したことがあったんですけど、フリーエンジェントみたいなね、そんなクランかな、みたいな話をしたと思うんですけど、ドイツのメンバーが中心になってる感じかな。インクの人だったり、11オリジナルっていうところの出身の人と、プラスアルファ他のクランの人たちが合流してっていうようなクランになってます。結構強いメンバーにはなりますかね。はい。というわけで早速やっていきたいと思います。はい、というわけで早速やっていきましょう。先行ナビの方から、カズマくんの方がね、ちょっと対戦出れないということで、代わりにこれ、ミスタースネークって読むのかな。エンドがね、入ってます。防衛作る人ですね。防衛ビルダー、配置ビルダーの人。これはまずは、61天才でクロスボウを壊しつつ、タウンホールの方を起動していって、この後、シューターとかでね、タウンホールを射抜いていこうじゃないかという、そういうプランになりますね。で、逆サイドバルーンでアーチャータワーを切ったら赤枠の解除とテスラが見えてきました。シューターの方が進んでいきまして、ホグライダーで一旦罠チェック。クイーンをここからパラソルクイーンが現れまして、引っ張っていってエレクトロタイタンスタートと。トカゲちゃん強いね。さあ、逆サイドはアイゴレキングネクロを外周部流していくような展開。内側に入ってしまったロイヤルチャンピオンに対してストライカー補助で出しつつ、この編成ストライカー2体ぐらいは積んであげると今みたいな感じでね、初手のヒーローとキングの部分っていうところで使い道を分けるといいのかなって感じ。タウンホールの方、スムーズに打ててますね。ダイクの方も綺麗にカット入れつつ、レイジからのトーム打ちたいんですけど、ギリギリウォーデンが入っていく。さあ、ここでヒーラー前にスライドしてほしいが、しっかりスライドしていく。さあ、これ強いぞ。レイジに乗ってヒーラーが回復量を上げていきつつ、こういうね、壁のない区画ってエレクトロタイタン本当に強いので、編成に対してね、ペッカとかもそう。おお、逆サイドのクロスがシューターによってまとめて破壊されていく。お得すぎる。なんてお得なんだ。こういう強さもあるんだね。赤バクとかがヒーラーにようやくヒットし始めてますが、大量のユニットとヒーローがね、キングもまだフィストを残して回っていって、クイーンの方が黒く放っていきましたが、レイジフリーズが11ずつ乗ってるっていうところ。ここ一発撃ってからのブーメラン、そしてシューターがまだ働いている。シューター強すぎるな。投石の方は固めていかず、レイジの打ちどころも、ここで一旦フリーズ挟みましたね。出てきたのはスーパーガーゴイル。スニゴブの方も補助していって、スーパーガーゴイルの長射程を生かしていきつつ、フィスト合流。レイジも一発余しての余裕の展開ですね。レイジドッカンいってフィニッシュ。ユニット量もエグい。グアーソス。なかなか見ない代打でしたが。スケルトンインビジブルっぽいですね。対戦相手の方はインビジブルと、前スニゴブではないね。3施設、マルチインフェルノとモノリスとクランジョーというところを狙ったインビジブルがスタートしてますが、マルチの方は大丈夫そうですね。マルチの方は破壊されていきまして、クランジョーも大丈夫、モノリスの方も大丈夫と、3施設綺麗に決まっていきました。タウン前開けたんで、そうなりますよねというところ。アイゴレキング、アイゴレで固めていきつつなんですけど、ちょっとタゲ取りがだいぶ怪しいですね、これ。だいぶ怪しいですね。アイゴレがおでんぞ折ってくれた。このままインビジブルでクイーン隠しつつ、キングの方にターゲットスライドして、タウンクロック合わせられそうかな。ダメですね。もう一回大丈夫だ。大丈夫。何も巨爆トルネとかでね、死なない限りは大丈夫。サンホールの方は、しっかり射抜かれていって、フィストでキングが入ってきたところ、ロイヤルチャンピオンと合流をしていくと。気持ち的にはアイゴレ1で済ましたかったけど、慌てて2体目出したみたいなね。本当はキングパートに使いたかったアイゴレをクイーンに刺したみたいな、そんな見え方にはなりましたが、さあ、ボマーで対空砲ケアをしていきましたが、ホーミングヒットで、どうなんだろうね。こういう時ドリル使うと、ボマー使うでね、派閥あると思うんですけど、対地クロスとかもあるしね。結果的にこの伸びが微妙。ボマーで対空砲1本とかだしね。どうなんでしょうね。どっちにしろか。中心部、ここは、
マルチインフェルノのところもトームは使ってしまってるので、中心テスラと赤バで結構しんどそうですが、ドラゴンライダーが残りつつ、裏に回ったこのバルーンたち、6時のバルーンたちが強そう。さあどうだ、真ん中テスラが綺麗に残っていって、レイジタワーの効果が切れていく。さあドラゴンライダーとウォーデンが中心部強いな。さあオウルがホーミング入って、ドリライダーの方も入っていくけど、バルーンが強いっすね。中心のこのテスラはね、こういうスケルトンインビジブル対策のテスラではあったんですけど、綺麗に残されて、ドラゴンライダー強かったですね。ボマー採用でそこから出てきたドラゴンライダーっていうのが、最終的にはウォーデンくっついて、ぐるぐる回っての全開と。さあ、お互い全開スタート。さあ、クラウス早めに来ましたね。対戦相手は、イブマークというところで11オリジナルの元メンバーですね。医療時で活動してんの見ないので、このクランに変わったのかな。医療時自体がなくなったのかな。さあ、最近、ドラ編成をやってる。ドラゴン絡んだ編成やってることが多いですね、クラウス。理由はね、なんとなくわかるんですけど。イエティとベビドラのカットなんですけど、テスラが生えてきてしまったことで、大砲まできっちりバルンで、落とし6なんでね、降りに来ましたね。細い面作って、クローンと、トツアチャーかな、トツアチャしょっぱなぶっ放してという流れ。タウンホールのところまで届かせていって、援軍も細かい。花火か、普通に。クローン、4発型だったんだよね、インビジブルが。インビジブルタワーが発動していって、ちょっとスーパーが怪しいな、それ。シンプルにね、罠に弱い編成で。どうだ、タウンホール。残りましたね。これはしかもドラゴンの方もだいぶ渋い展開になってしまってますね。タウンウラトルネというシンプルに花火に強いトラップが引っかかってしまい、ヒーローは使ってないんですけど、タウンホールさえ落とせてればワンチャンみたいな残り方はしてますね。キングクイーン逆サイドからのロイヤルチャンピオンタウンホール展開。HP 自体はね、低いんでね、ブーメランさえ当たればっていうところ。ただ火力が高い。ドラゴンでね、最低でもイーグルマルチぐらいは飛ばせるんじゃないかなみたいな、そういうプランだったと思うんですが、全く伸びない。フリーズかけつつスケルトンの呪文も使ってくんですが、ロイヤルチャンピオン延命できるか。回復手段がないんでね、できる限り被弾はしたくないところ。クイーンの方は落ちていきつつ、キングの方もフェニックス入ってますね。ちょっと厳しい。水塔は折ってくれました。フェニックス自体はね、地味だけど、仕事してくれるよね、死んだ後。パーセント苦しいね。破壊率とね、この展開だけ見ると、ワンチャンタウンホール落とせてたわ。あの状況からはね、ロイちゃんこの辺に刺してキング、ギリギリワンチャンあったかもしれないぐらいかな。さあ、76%。トラップに弱い戦術っていうところが出てしまったかなというところ。対戦相手、トツビズですかね。早くも放ちつつ、ここは落っことしていって、援軍スパカゴですね。さっきの対戦相手もそうですけど、昔よりもスーパーガーゴイルの防衛援軍っていうのがやっぱ増えてますね。それは食い火っていうのが最初の頃はね、厳しいレベルだった、難しかったので、使用頻度が低いので、食い火に対する強い防衛援軍、スーパーガーゴイルが使われることは結構少なくなってたんですけど、最近やっぱり食い火がね、一番使われる戦術ということで、この辺も変わってスーパーガーゴイルが使用増えてきたなというところでしょうか。キングの方でしっかり第1クロスのターゲット拾いつつ、合流ができそうですね。バネトラップの踏み越えて、あったとしても、キングが起動しているようなところからのアイゴレ合流。6時じゃないや、12時の方はロイヤルチャンピオン投げてるんですけど、リクスケテスラがあったりと、少し、あれですね、ボールブレーカー積んでないので、
テスラの方、ちょっと止める方、ミスりましたかね。キングが穴を開けて、下までだいぶベビドラ伸びたな。クイーンの方もクローク持って、これはモノリスのターゲットも入ってるんで、結構 HP は落ちていきましたが、もう一回フリーズかけつつ、ラバストライカートームですね。ヘイストまで一気に乗せていきたいところ。さあ、ここトームかけつつ、クイーンの方はしっかりストライカーで勝利ができました。裏のマルチにフリーズかけつつって感じですね、ここは。いやー、強いなー。さあ、インビジブルタワーによって隠されてしまったモノリスの方は、クイーンがクローク持って合流、フリーズ外していきますが、そんなに影響はなさそう。いやー、すごくいい展開だな。ボツビズラバルもね、今、クイヒーラバルと同じようにかなり流行ってる戦術の一つなので、その流行ってる理由がやっぱり呪文タワーですよね。ポイズンタワーの使用率が減って、今回ポイズンタワーしっかりあったんですけど、そこに対して刺されてて、呪文タワーによって結構戦術の環境が変わるみたいなところは大きいかなとタウンホール15は思いますね。さあ、クイヒーライドラ、リッカーンの呪文が入る形ですが、面白いですね。2連全開はね、食らっているというところで、やはり強いですね。さあ、ジャイアントでの盾を使いつつ、対空砲を射抜いてヒーラースタートですね。ヒーラーは4体にとどめつつ、リターの呪文入ってるんで、シンプルにイーグルのところで終わりっていう形になりそうかな。レイジ一発使いつつ、そのレイジタワー。乗ってしまいましたね。ただ、ターゲット自体がクロス2個だけなので、ヒーラー4体とはいえ、イーグル砲を折ってクロスまで折るかどうかですが、逆サイド、ジャイシューター始まりました。ジャイシューター。ジャイアントたくさん持ってきてますね。クロス折りつつ、上の対空砲とかまでワンチャン見るのかなと思ったけど、水と折り得な気もしないではないが。下から6時の方からクイーン出してきましたね。シューター早く出しすぎちゃうと、対地クロスに捕まっちゃうっていう理由で、最初から出すんではなく途中から出してったんだと思うんですけど、うまいコントロール。なるほど。ライドラスタート。シューターの方は捕まっていきましたが、タウンホールマルチ、裏のモノリスとかまでね、できれば降りたいんですけど、横のサイドカットみたいな感じで、ロケバルスーパーガーゴイルで、サイドカット、マルチ IT の被弾が結構重かったですね。ここタウンホールのところしっかりトーム合わせて、ライドラ突破、モノリスのところまで届きましたが、どうでしょう。クイーン、クローク合わせていきつつ、スケルトンを置いてからのキングロイちゃん。これタウンホールを越えてライドラが中心部へ。フリーズ2発あるんですけど、クイーンの方にしっかり延命できるようなインビジブルか、打ちたいかな。ギリギリですが、遅かった。その呪文ミスはめちゃくちゃ痛いが、ロイヤルチャンピオンの方が能力持ってて、ここで一度対地クロスを固めつつ。いや、ライドラ強いね。タウンホール貫通したのに、こんなところまで伸びていく。タウンホールだけじゃなくてね、裏のモノリスとか、プラスアルファ中心部のところをね、ライドラです。ある程度仕事してあげないと、クイヒーだったり、ヒーローパートにね、かかる負担がでかすぎたんですが、ブーメランボンボンボンと、フリーズまだ3発ある。ディギーも固めていくような、守りに行くような形で残しつつ、フリーズ残していって、面白いですね。懐かしのクイヒーライドラ。いい全開が見れましたね、一つ。クイヒーライドラ14の頃もね、ちょいちょいタウンホールを巻き込むようなクイヒーでね、タウンホールをね、ライドラで落とすっていう形は少しありましたよね。一番流行ったのはね、タウンホール12の頃だったけど、対戦相手はスーサイド、スケルトンを盾にするような形で始まってます。もうフリーズはかけずに、ちょっとクイーンのコントロールがどうなんだこれは。テスラ反応してましたが、ロイヤルチャンピオンのブーメランをね、早めに使うことで、ここは回避していきました。
クローンが一発入ってますね。ジャイアン、ゴーレムを使うことでしっかりターゲットさせつつ、対地クロスがここで折れたので、結構、ただラバ捕まるぞ。しかも入り込んだぞ。大工に、インビジブルがあるんでね、ゴリ押しの誘導は可能ではあるんですけど、全力戻しを試みますが、入らない。3ホール落としのプランだったので、これは結構しんどいっすね。ゴーレムとかも使ったのに。さあ、リカバリーをどうしていくか。おー、ヤンキー。ヤンキー。おー。届きます。その隙に、こっち、対空ホール、オケバルで追ってきましたね。さあ、残った対空砲のところからラバルスタート。角度変えてラバも登場していきつつ、ビーズ、直感と破裂していきまして、トルネードがすごいとこから出てくる。さあ、いろいろぶん投げてのトーム。合わせてバルーンをつけつつ、クローンを中心部かけていくのか、あえて奥でかけていくのかっていう感じですが、どうでしょうか。さあ、ヘイストかけつつ、バルーンが落ちてきてるぞ。投石による被弾が。さあ、大砲をデイビドラでカットしつつ、ここおでんで竹取りましたね。フリーズかけるかな。かけないんだ。かけないことによって、フリーズを温存しつつ、バルーンがだいぶロイヤルチャンピオンに攻撃入りましたね。最終盤でクローンの呪文を使うことで、一気に対空砲の攻撃とかをばらしつつ、反対の防衛施設しか残ってないですからね、ここ。さあ、一気にバルーンを増やしていったんですけど、クローンのバルーンが時間切れ、シンデレラタイムが。やばい。12時になっちゃう。12時になっちゃう。そしてオールがついてきていない。届いていきますが、お亡くなりに。一つね、防衛が取れましたね。もう一個防衛パーセントで負けてるので、必要なところ。レベル高いですね。さあ、ガククイヒーラバル。シューターセットというところ。ホグ3体もいる。さあ、このままタウンホールの方に誘導するような外周、シューターセット。このシューターによって投石機を狙っていくような形ですね。うまいな。この辺なんかおでひとかに近いような。クイヒーと同サイドにね、出すシューターってね、14の頃はそんなに、ホーミングチェック完璧。そんなに多いわけではなかったんですけど。さあ、援軍釣りかな、このホグは。ちょんちょんちょんと時間差つけて援軍釣りに行ったんですが、ちょっとこれは失敗。ただ結構細かいアーチャーが据えたので、おっと、逆サイド、キングの方でタゲ取りつつ、クイーンの方はギリギリですが、1タゲキープ、迫撃とアーチャーっていうのがね、脇に生えてきてたんですけど、シューターの方はね、そんなに、もう投石さえ折れればいいみたいな感じだったので、テスラ出てきた。もう早めに始めてきましたね。ホグ投げ得ではあったよね、こっちのシューターの方も。大丈夫。ダウンホールの方もしっかり落としつつ、クイーンの方はクローク打つかな。レイジフリーズで回せ、間に合いましたね。レイジフリーズ合わせつつ、ウォールブレーカーも多分中心にかけてくると思うんですけど、さあ、ラバルの方もしっかりトームヘイストをぶっかけつつ、ウォールブレーカー飛んできました。さあ、トルネードが、ウォールブレーカーの挙動を変えてしまうか。間に合わない。トルネマルチのダメージで穴が開かない。中心マルチ残ってしまったところ、これ1本の方はクイーンで折れそうですね。クローク使ってラストフリーズ、しっかりバルーンを延命する。ヒーラーの方がターゲットも取ってくれてるので、バルーンの方には被弾入らないんですけども、クイーンが、どうだろう、マルチ1本なら結構耐えれそうですね、これ。ビギンも合流できるんじゃない？
バルーンが強いね、これはね。完全に残っていって、裏の防衛施設とかはもうないので、回収だけ。さあ、降りつつ、ディギーの方がこれマルチ止めてくれそう。大量のバルーンも生き残りつつ、GG と。うまーい。ガーサス。対戦相手は51ラバル。ラバルも多いですね。スケルトンインビジブルと、トツビズと、で、今回が、天才と、マルチとレイジタワーでしたね。マルチレイジタワー、エアスイーパー。拡張もやりつつ、さあ、いきなりクイーン出していって、これ被弾は結構入りそうなんですが、対1クロスのターゲだけ何か別のもので取りたいって感じですね。最後でしっかりターゲット取りつつ、内側にクイーンが入っていくことで、そしてウォールブレーカーでね、拡張もできているというところ。さあ、キングの方で、これはサイドカットではなくて、キングにキングをぶつけるような用途の、いいタイミングでしたね、今の。サイドカットして上の方に誘導するみたいなのもありかなと思ったんですけど、狙ったのそっちかもしんないけど、いや、クイーンの侵入の仕方がめちゃくちゃ強い。さあ、しっかりインビジブルタワーもフリーズで固めていって、タウンホール突破。横の対1クロスまでこれキングで折ることができると、シューターがマジで伸びるんですね。折れた。いいスーサイドだな、これ。フェニックスの方がターゲット取ってくれてるので、インビジブルタワーがここで起動していきつつ、内側にクイーンが入っていく。ウィズ島のタゲも取りつつ、すごいところにトルネが出てきている。いやー、これクイーンめちゃくちゃ強えな。このスーサイドめっちゃ強えわ。いいスーサイド。さあ、クロークも間に合って。さあ、アイスゴーレムが弾け飛ぶことで、ここら辺フリーズ。さあ、ラバストライカー、トームと。ストライカー入ってないわ。さあ、ラバ処理の方をね、ロイヤルチャンピオンが捕まってしまい、ウォーデンもそっちに気を取られたんですけど、慌ててバルーンの方に駆けつけていく絶妙なタイミング。シューターが強すぎる。逆サイドは完全にシューターがゴールを作っていって、ロケバルライダーがここから登場していって、残ったマルチ IT がね、いい防衛施設ではあるんですけど、数が多すぎる。マルチだけだとね、どうしても火力の分で足りなくなってしまう。赤爆等々ヒットどんどんしていくんですけど、ただのマルチじゃね、ちょっと落としきれないですね。いや、相手のスーサイドパートとシューターをね、一緒にやってったんですけど、これがめっちゃ刺さってましたね。さあ、最終アタック星3なんですけど、ドラグバですね。ドラゴン編成がここでも登場しました。コウモリを使った形、スニゴブが21体ということで、タウンスニゴブですね。結構、コウモリのと相性がいいのが結構スニゴブだったり、タウンホールの方にね、範囲ダメージのものが少ない時に結構こういう使われ方だったり、裏に取れそうな時にね、使われるんですけど、これだいぶ対策されてんな。巨爆とバネットで、だいぶスニゴブ対策の罠が置かれてる感じしますね。小爆弾も2つ、しっかりスニゴブを排除するような罠の置き方がされてるので、ちょっとこれ怪しくなりましたね。大砲切ってで、これ迫撃砲のターゲットをね、うわー、バネしっかり置いてるタウンホールの方、スニゴブのところ。めっちゃ対策されてる。さあ、ここで一旦ね、インビジブルタワーの解除をさせつつ、シューターが頑張ってる。次のタイミングでね、このアーチャー、じゃあ迫撃砲をね、取るようなアーチャー出していって、またアーチャーかわすかな、かわさない。で、その隙にタウンホールの方を、しっかりとインビジブルも合わせて打っていくんですけど、フリーズまで打ちましたが、なんとか4体では間に合ってましたね。テスラ。スーパードリ、スーパーディガー来た。
いや。逆サイは結構刺さりかけたか？どうなんだ？ちょっと刺さってなさすぎますね、スーパーディガー。ただ、燃焼のダメージによって結構マルチが解けていく。さあ、初手ドラゴントーム。クイーンとキングの方もサイドカットみたいな感じで使って、マルチ折れた。折れましたね。援軍めちゃくちゃ細かい。クイーン完璧。黒くまでしっかり合わせてった。さあ、ポイズンの方を、しっかりスーパーガーゴイルに合わせつつ。トルネうざいな。で、ロイヤルチャンピオンを残ったビズ島のところに刺してったんですけど、ちょっとターゲットが内側に入っちゃってるな。ヤスイによって少しかわされつつ、ロイヤルチャンピオンが下のウィズ島に関してはケアができていって、フリーズがまだ3発ありますね。さあ、ブーメランぶっ飛ばして対1クロスをここと、突破ができちゃう、まずまず。インビジブルタワーも破壊しつつ、フリーズ合わせていって、フリーズまだある。いや、強いな。豪快だな、ドラゴン編成。さあ、ドラグバでの前回。15であんま見てない編成なんですけど、多様性が出てきましたね、タウンホール15も。さあ、これによってね、最終アタック、前回だったら対戦相手の勝ち、防衛ができれば、ナビの勝ちというね、すごくわかりやすい展開になりました。ナビの方は14点と、ただパーセントが負けているような状況、対戦相手も4分の3取れているという、かなりハイレベルな試合になってますが、ギブマーク結構ね、食い火の人だったんですが、最近は結構このスーパーチャー編成やってるのを見ますね。さあ、エアスイーパーがちょうど入らないところ、さら、これはいい突撃艦の落下ダメージに入りましたか？さあ、ウォールブレーカーもしっかり拡張していきまして、スーパーチャー中心部広げていく。エレクトロタイタン早い展開でね、引っ張って援軍釣られないような感じ、スーパーチャーがね。援軍処理の時間も時短させていきつつ、いやー、伸びてるな。呪文ターンまで伸びつつ、ただ呪文はね、ここで全て使い切ったんで、ボムターンまで折り切りつつ、ロイヤルチャンピオンまで行かれちゃうか？まあ。耐えたけど、だいぶ行かれたな。いや、これだいぶ行ったね。陸オーデン。このままタウンホールまで潰しに行く流れですね。バルーンウィザードで外周部も切りつつ、キングがしっかり内側通り続けるような展開を作っていって、逆サイドもアーチャータワーにバルーンを使いつつ、ロイヤルチャンピオンもこっち側なんだ。細かく最後のところ作ってますね。ウォールブレーカー1枚で一応穴開けていきつつ、フィスト、トーム打ったんですけど、ちょっとタウンホールの方入らずなんですが、まあ、バーバリアンにかかったことと、キングはこれフェニックスもついてますね。で、逆サイド裏からラバル、迫撃、じゃあいいや。投石の方がね、タゲ取れてないので、結構ここでバルーンは落ちそうですね、ロイちゃんも含め。展開的にちょっと時間もあるので、早めに展開しなきゃいけないというところでね、裏から出すようなね、展開をしてったんですが、ちょっとバルーンの方がうまくいかず。ただ、ストライカーも合流しつつ、ストライカー合流する前に相手のヒーロー処理をしていって、ブーメランフィニッシュ。クロークも合わされつつ。いやー、強い。はい、というわけでね、終わりまして、14対14の破壊率での敗北ということで、非常にハイレベルな試合になりましたね。対戦相手の方も、全部ラバルかな、多分。ハイレベルな試合でしたね。ナビの方からはね、ドラゴン系の攻めを使ったのがドラゴンとライドラっていうところで、まあ普段の対戦と違った編成でね、まあ14点ってある程度いい点数は取れてますが、花火の方が刺さらずっていう展開でパーセントで負けてしまったんですけど、あれもね、タウンホールまで伸びてれば、もっと前回までね、いける可能性のあったアタックだったと思うので、ドラゴンでのね、前回が結構少なくなり、厳しくもありっていうタウンホール15のイメージだとは思うんですけど、なんか15でのドラゴンの
前回の取り方みたいなところがね、少し見えた気がしましたね。とはいえ、痛い敗戦ということで、こちらの方で、ナビの方はね、この大会は敗退になってしまいました。対戦相手の方がね、シンプルに14点と 92% で、非常にいい成績で褒めるべきなんじゃないかなと。対戦相手の方を褒めるべきかな。この環境で14、14でね、すごい超ハイレベルな試合なんですけどね。ナビの方の調子がね、結構ウォームアップトーナメントを終えたり、ケソカップの方のね、予選を終える感じで、だいぶ仕上がってきてるなっていうのは、旗から見つつも思うので、心強いなというところもあるのでね、ケソカップ、来週のね、世界大会予選で突破決めてほしいですね。それまでにたくさんね、他の対戦もあるので、たくさん見ていきましょう。ということで、今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、お願いします。それ